週刊ハッチポットニュース。この動画は日本語だけで VR アニメが作れてしまう、さらに作ったアニメを VR で体験できるプラットフォームハッチポット VR 作品の紹介やアップデート情報をお伝えする内容となっています。それでは早速今週連載分の作品を紹介します。我らが探偵部51話。この物語は女子高校生の雫と愛らがプレイヤー視点の男子生徒と一緒に様々な事件に首を突っ込んで名推理をしながら真実に近づいていくコメディミステリー作品です。前回50話でさゆり先生からの謎を解く愛ら、今までにないくらい集中して問題を解こうとする姿に雫と男子生徒は驚きながらも愛らをサポートします。51話では推理を続ける3人。すると愛らが何かひらめいた様子で。我らが探偵部1から51話公開中です。3人同好会38話。この物語は仲のいい3人、さくら、りく、てつ。仲がいいからといってその人の全てを知っているわけではない。3人それぞれの視点で物語を楽しむ新感覚な作品です。前回37話ではさくらが登場するてつの視点。助けに来たというさくらに驚くてつ。さくらはてつを助けようと説得を続けます。38話はさくらの説得に応じ自分の秘密を話すてつ。するとさくらの反応は意外なもので。3人同好会1から38話公開中です。ハチコは何も知らない最終話。この物語は男子高校生のカオルがある日の夕方、世の中のことを何も知らないハチコと出会い、そのハチコが繰り広げるドタバタコメディヒューマンドラマとなっています。前回29話は学校に何をしたのか聞くカオル。するとハチコはここにいる全員の記憶を消したと言い出し、カオルに自分の気持ちを告白する。カオルはハチコの告白を断ることに。その後ハチコはカオルの記憶も消してしまい、ハチコは何も知らない1から最終話公開中です。お悩みは仮予定錬金術工房まで31話。この物語は高校1年生の天と落雁がある日気がつくと仮予定と名乗る少女の錬金術工房にいました。錬金術事業を一緒に展開するために落雁を召喚した仮予定と異世界と現実世界を行き来しながら生活を送る落雁のお悩み解決ストーリーとなっています。前回30話でカリオテと師匠ニコラ・フラメルが一緒にいた時の話。戦争のためホムンクルソの製造を師匠に命じた国王へ怒るカリオテ。しかしそのカリオテには重い病がありました。31話では自身が不治の病にかかっていることを師匠に聞くカリオテ。その後師匠は賢者の石を使いカリオテを不老不死にしてしまい。お悩みはカリオテ錬金術工房まで1から31話公開中です。キャンバス。学園に特待生として入学した主人公は天才的な絵の才能を発揮し数々のコンクールをものにしていく。しかし自分の才能が次第に学校の売名行為に利用されているのではという疑念から大人に対しての嫌悪感が湧いてくる。全てが嫌になりキャンバスの前に立たない日々が続いた。そんなある日学園長から次のコンクールでそれなりの結果を出さなければ特待生の資格を剥奪すると宣言される。絵を描く情熱と才能を喪失した主人公。しかし周囲の女の子たちとの交流から彼は変わり始める。こちらは恋愛アドベンチャーゲームキャンバスをハチポットで VR アニメ化した作品となっています。前回1話は主人公とアマネの日常。起きれないアマネのもとへ主人公が毎日起こしに行き一緒に登校していました。2話では授業の間休憩に屋上へ向かう主人公。するとそこへ三崎彩という少女が現れて。キャンバスプロローグから2話公開中です。以上が今週連載分の作品紹介でした。今紹介した作品はすべてメタクエスト2での VR 体験や PC ブラウザ視聴、Android スマホでの視聴が可能なので、ぜひ概要欄のハチポット公式サイトからご覧ください。はじめの話は無料で見れますよ。またハチポット VR では VR 作品を作るクリエイターさんを随時募集しています。概要欄にあるハチポットクリエイター登録リンクからすぐに VR アニメを作り始めることができるので、ぜひ登録してみてください。脚本があれば誰でも簡単に VR アニメ化できてしまいます。連載作品の情報、イベント情報などは今見ているハチポット公式 YouTube や Twitter で発信するので、興味がある方はぜひチャンネル登録とフォローお願いします。それではまた来週お会いしましょう。